こんにちは。カナダ在住のチャコです。カナダ生活でいろいろあった波乱爆笑ストーリーをシェアさせていただくチャンネルです。ラジオを聞く感覚で楽しんでいただけたら幸いです。今日は食べ物の話です。トロントはね、さすが多国籍の街、いろんな国の食べ物があるの。まさに東京みたいな感じね。ただワーホリできた私にとっては、カナダに来て最初の頃はやっぱりお金も節約しないといけないから、ワーホリの子たちがよく行く安いデパートみたいなところがあったのね。デパートって言っても日本のデパートは想像しないでね。今はもうないんだけどね。英語の名前言えないけれど、日本語に訳すと正直なデパートっていう名前なの。そこでタオルや食器など生活に必要なものをいっぱい買うんだけど、食材も売ってるのよ。友達と行った時、乾燥パスタ2種類買ったのよ。で、その後友達の家でパスタ作って食べようかってことになって、それで帰って、マカロニの形をしたやつね、一袋全部茹でようと沸いたお湯に入れたら、なんと乾燥したわらじ虫がいっぱい入ってたの。買った時は袋から一切見えてなかったんだよね。でさ、もう見た途端にヒーって叫んじゃったのよ。基本グロテスクなものにはあまり動じない私なんだけれど、まさかパスタにわらじとかどっさり入ってるって頭にないからさ、本当にヒーよ。友達の一人がわらじだけすくって食べればいいじゃんって軽く言うのよ。そういう問題かって思ったけれど、確実に10個以上入ってたね。さすがオネストデパートさん。何が正直なのよ。でも飢えてる私たち、そのパスタ食べたわよ。もちろんわらじ虫取ってね。あとね、数年後に引っ越したアパートの隣人がね、ドイツ人のゲイのおっちゃんでね、仲良くなったのよ。見た目はスキンヘッドの超怖そうなおっちゃんなんだけど、話すときはすごいおね言葉で超可愛い人なの。でね、彼と近所の日本食レストランの食べ放題に行ったの。で、日本食って言っても中国人系のところなんだけど、で、私が鶏肉の足食べて、これなんか腐ってるって感じたわけよ。で、おっちゃん見たら彼も同じ鶏肉のその足を皿の隅に置いてるの。で、お互い顔見せて、ねえこれ腐ってるよねって確認して、最後のお会計の時にウェイトレスの人に言ったのよ。そしたらさ、謝るんでもなく逆入れみたいにはぁみたいな態度されて、レシートをテーブルに投げつけてきたの。ちょっと信じられる？まさに早く帰れって態度されたのよ。私は普通にこれ腐ってると思うんだけどって静かに言っただけなのよ。普通なら、そうですか、申し訳ありませんとか、キッチン伝えますとかあるでしょ。この日はね、ゲイちゃんがドイツに帰るお別れ会の夜で、私のおごりっていうことで2人で行ったのね。もちろんこんな態度されてチップなんか払うかってカッカが怒ってたのよ。そしたらゲイちゃんがね、僕の最後の思い出を壊さないでって悲しそうな顔して言うのよ。要するにチップ 15% 払ってって言ってるのよ。でもさ、あんな態度されてさ、腐った肉食べてさ、なんでこっちがさ、へこへこさ、なんか 15% も払って帰らなきゃいけないのって思うでしょ。スキンヘッドのおじいちゃんが悲しそうに私の顔を見つめるのよ。もうさ、仕方なく 15% 払って帰ってきたわけよ。もちろん全てのレストランがひどいって言ってるんじゃないから誤解しないでね。でも日本じゃこういうことはありえなくない？あとね、韓国経営のお寿司屋さんでちらし寿司テイクアウトした時があったのね。で、中に入ってた干し椎茸が腐ってたの。口に入れた途端、おげって感じで、後の刺身は全然大丈夫だったんだけど、で、学ばない私、懲りずに数ヶ月後に同じレストランに行って2回目に同じちらし寿司テイクアウトしたらさ、やっぱり干し椎茸腐ってんのよ。このレストラン6ヶ月後に潰れてたわ。食材扱ってるとたまにそういうことあるのはもちろん十分理解してるけど、でも2回続けてってどうよって思うんだけれど、友達に言わせたら普通1回そういう経験したら2回目はいかないよねっていう私に呆れていた。これは私の経験じゃないんだけど、友達が中華食べに行っ
で彼のオーダーしたなんかスープなのかな、なんかスープ系のご飯なのかわかんないけど、その中になんかゴキブリが入ってたんだって。ゴキブリって言ってもそんななんかこんな何センチもあるでっかいゴキブリではないんだけど、それでも確実にちょっと小さめのゴキブリだったらしいんだけど、もちろん彼はお店の人にそれを伝えて、でその後保健所にも通報したらしくて、数ヶ月後にはそのお店潰れてたらしい。食を扱うビジネスは本当に大変だとは思う。だけどこれらの経験ってさすがに日本じゃそうそうないよね。ということで皆さん、カナダに来た際には場所によっては気をつけましょうね。それでは次回に続きます。